皆さんこんにちは、ゆうです。Hey guys, this is you from the Coffee Fukuoka channel. 今日はまたコーヒーレビューをします。今日のコーヒーはコーヒーマン。はい、見えますか？で、これがショップカードなんですけど、待ってください。もう一回ちょっと見せます。で、ここは、結構有名な焙煎の人がやってるんですけど、えっと、高尾江口さんっていう人なんですけど、その人なんか、世界大会じゃない、なんか、日本の、焙煎の大会とかで、こう、1位になって、で、あとは世界大会に行ってる経験もあるんですよ。で、彼がまあ働いていたところ、東華堂コーヒーっていうところがあるんですけど、そこの店主さんはなんか世界大会でも1位になったり、まあ、いろんなその焙煎に対しての腕がすごいところなんですよね。で、まあそのコーヒーマンもすごいまた焙煎もなんかそのコーヒー屋さん行くと焙煎機置いてあるんですよ。でその隣になんかいろんなテストチューブみたいな、なんかわかんないです。焙煎度のなんか違ったコーヒー豆がずらーって並んでて、なんかどんくらい研究してるんだろうな、この人は、みたいな、そうやって思ってしまうぐらいなので、まあ、結構なんか腕のあるね、人だと思います。まあ、コーヒーもでも美味しいです、本当に。じゃあ、今日飲むのは、64ブレンドっていうブレンドで、六本松4丁目という、ところに、まあ、あるんですけれど、まあ、きっとそれを考えて、まあ、64にしたと思うんですけれど、これが一番その店のブレンド、定番のブレンドで、まあ、すごいこうバランスの取れたっていう、まあ、どうなのか、今飲んでみて感想をまた言いたいと思います。で、豆は、ちょっと見えるかわかんないんですけど、そんなに、まあ、フレンチまでとかではなくて、油は全然出てないんですけど、そうですね。ちょっと見えないかもしれない。まあ、大体、フルシティローストぐらいですかね。だから、全然油までは出てなくて、なんか、でもしっかりなんかふっくらしてますね。これを 100g 買いました。で、あとは、なんか豆の保存法なんですけど、まあ、いろいろあると思うんですよ。ただ、まあ、僕は一応ガラス瓶があるから使ってて、でもこのガラス瓶ってなんか本当にこう密封されるような感じじゃないので、少しこの中で何ですかね、焙煎した後にこういっぱいまあ、二酸化炭素ガスだったりちょっとガスが出るんですよね、コーヒーから。やっぱりそれをちょっと出しておかないとなんかコーヒーに良くないらしいです。だからまあちょっとこうやってなんですかね、密封されてないような保存瓶に入れた方がいいかもしれないです。でなかったらそういう密封したものをね1日に1回ぐらい開けたりとかが一番いいかもしれないです。今日は18g で 200ml を抽出します。今日のセッティングはハリオのビーカーとハリオの、ドリッパーですね。あとはユキワの、ポット
使えます。今日はちょっとおしゃれなロイヤルアルバートっていうなんかイギリスの結構有名なセラミック陶芸を作るところなんですけど、香りはすごいいい香りです。ちょっと何かっていうのは説明できないんですけど、なんかわかんないです。なんか嬉しくさせるような香り、なんかなんかワイワイするような香りです。ちょっと説明はなんかできない。お湯の温度は僕はいつもだいたい84度ぐらいですねにしていますね、だいたい。でもちろん焙煎度によってちょっと変える時もあるし、あとは結構寒い時とかは少しだけ温度上げてます。であと何ですかね、ちょっとこれ言うとまたすごい詳しくなっちゃうんですけど、その入れてる時も結局ポットがねどんどんその熱を出していくから、どんどん下がってくるんですよ、水の温度って。だから最初にスタートした温度よりも実は入れてる時ってちょっと下がってるんですよね。すごいふっくらしてきてます。香りはすごいです。なんか僕はちょっとアフリカにいた経験があったんですけど、なんかアフリカにいるような感じです。なんかワイルドな、でもなんかシナモンとかなんかそういうのもちょっとします。なんかデーツとかなんかプルーンとかなんかちょっとこう干した感じの印象ですかね。
よくコーヒー動画で例えば入れてる時にすごいいっぱい泡だったりふっくらしているような感じで、見えて自分がした時はふっくらしてない、あれなんでだって、思うかもしれないんですけれど、それは焙煎度っていうの焙煎してからのあと日にちっていうのがあって、割り方焙煎してから1日目2日目3日目4日目だったら結構膨らむんですよ。ただそれ以降になるとちょっと膨らみは弱くなるんですよ。でもだからといって別にすごい味が劣るっていうわけではないですね。1週間かんから2週間以内とかだったら。だからあんまりそこはなんか気にしすぎないでください。近くの焙煎のところから焙煎屋さんから買ってるんであれば、だいたい焙煎してからそんな長くは経ってないので、コーヒーは美味しいです。味としては、なんかさっき香りで言ったような、ちょっとプルーンだったり、なんかドライフルーツ的な、ドライ、ベリーまではいかないんですけど、ドライデーツとか、なんかそういう感じです。で、それ以外は、なんか僕の舌をこう前面に押し付けるような、なんだろなんか爽やかさっていうものが、現実というか、なんか実物だったら、なんかそれが膜のように僕の舌をこう爽やかにしてくれるみたいな、なんかそういう感じの表現ですかね。でも本当に64ブレンド、最初に飲んだ時はすごい感動しました。で、いつも感動はしてるんですけど、美味しいです。はい、今日はここまでなんですけれど、コーヒーマンは、結構美味しいです。で、その近くに、隣に、松パンという結構有名なまたパン屋さんもあって、そこもパンが美味しいんですよ。で、そこだと、例えばパンを買って、コーヒー屋さんで
コーヒーマンで飲めたり食べて飲んだりするので、それができるので、まあぜひやってみてください。コーヒーマンのウェブサイトはリンクに貼っておくので、まあぜひ見てみてください。はい、今日はここで終わります。See you guys!